皆さんこんにちは。タイアクアリウムチャンネルです。今回は我が家で飼っている化石竜のブルーベースタイプの成長記録の更新動画となります。この子をお迎えしたのは2023年10月で、現在飼育から約3ヶ月となります。まず迎え入れ当時の映像です。迎え入れ当初の体長は約15センチで、薄っぺらい個体の子でした。迎え入れた頃はまだガリガリの子で、カメラを近づけると奥の方で固まってしまうような、メンタル的にもかなり臆病な性格の子でした。そしてこちらが3ヶ月経った現在の映像となります。現在の体長は約23センチぐらいまで成長しています。体の長さはゆっくりと大きくなっていますが、最近は体高が少しずつ出てきましたので、ガリガリだった当初からは少しがたいが良くなってきている印象です。尻尾の傷ですが、昨年の12月中旬までこの水槽ではセパレーターを使って半分に分けて他のアロワナと一緒に飼っていました。しかしある夜にセパレーターが外れてしまいまして、夜中のうちにバチバチとやり合ってしまい、この子の方は尻尾の方をやられてしまいました。それ以降セパレーターを使っての複数飼育はやめて、現在この水槽ではこのブルーベース1匹にして飼育をしています。喧嘩から1ヶ月ほど経ちましたが、だんだんと尻尾の方も回復してきています。餌に関してですが、この子は人工飼料を食べてくれる子なので、基本的に人工飼料で育てています。迎え入れ当初ミルワームをあげていた時期もありましたが、2週間ほどでミルワームはやめて人工飼料のみで育てるようにしました。去年の12月までは人工飼料のみを与えていましたが、今月1月以降からは冷凍エビも餌のローテーションに入れるようにしました。餌の頻度は毎日1回餌をあげており、人工飼料を2日間あげて3日に一度エビをあげるというようなローテーションにしています。婚営魚としては現在は錦鯉を3匹、あとプレコを3匹入れているのみです。錦鯉を入れておくと餌の時に競争になりますので、アロワナの食欲を刺激してアロワナの餌食いも多少良くなります。また錦鯉は水槽の底に落ちた餌の食べ残しも食べてくれますので、掃除屋さんの役割にもなっています。婚宴させる仲間が増えましたら、またご紹介をさせていただきます。体の色ですが、まだ体への発色は進んでいないので、銀色のボディに少し青みがかかっています。カメラを通すと青さが分かりにくいのですが、肉眼で見るともう少しはっきりと青みが分かります。ブルーベースというタイプはもともとは金龍の一種なので、基本的に下地は金色となります。よって体の金色の発色が進んでしまいますと、上地に乗っている青色の色素が色あせてしまうということを聞いたことがあります。ブルーベースは下地の金の色の発色をできるだけ進めないために、魚を観察するときや餌をあげるとき以外はライトは消しておいた方が良いとお世話になっているフィッシュショップから以前教えていただきました。この考えが本当に合っているのかどうかは分かりませんが、金色をできるだけ発色させないという考えは理論的には正しいかと思うので、今のところこの水槽では夕方に 2,3 時間ライトをつけるのみとしています。
ブルーベースの青さの保護について詳しい方がいらっしゃれば、ぜひコメント欄で教えていただけますと嬉しいです。現在飼育3ヶ月目となり、ひょろひょろだった幼魚から抜け出して、現在は成魚に向けての成長期にいます。この子は体の大きさの成長も楽しみですが、体の青色がどのように変わってくるのかも成長過程における楽しみの一つとなります。今後も定期的に成長記録を更新していきますので、チャンネル登録いただけますと嬉しいです。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。